残念ながらこういうのは騙しでも何でもなくて、相場の動きを知らない人が勝手に騙されているだけということになります。はい、皆さんこんにちは。今回の動画のテーマはブレイクアウトの見分け方3選。ブレイクアウトを正しく見極めるための方法について解説します。ローソク足の実態とヒゲの話と思った方もいるかと思いますが、実はブレイクアウトをしっかり見極めるためにはこれよりももっと重要な要素があります。今回はそれらを紹介していきたいと思います。ブレイクの判断を誤っていつも騙しにあってしまうという方、方向感の見立ては合っていてもエントリーが早くなってしまうという方は、ブレイクの判断をするときの判断材料が不足している可能性があります。今回紹介する3つの判断軸ですが、これを知らないと相場の動きを正しく見極められませんので、ぜひこの動画を参考にしてください。まずはブレイクアウトとはという点について簡単におさらいをしていきたいと思います。ブレイクアウトというのは節目となる高値安値やラインをブレイクしていくこと、つまり抜けていくことのことを指します。ここで言うラインというのは水平線やトレンドライン、チャンネルといった種類のラインのことを指します。例えば図の左側のようにこのようなレンジを形成している場面があったとして、このレンジの上限を抜けていくこと、つまりブレイクしていくことであったりとか、右側の図のようにですね、このような上昇トレンドが発生していて、直近のこの高値を超えていくこと、ブレイクしていくことを高値ブレイクというふうに呼んだりします。それではブレイクアウトの見分け方3つについて紹介をしていきたいと思います。まず1つ目の方法なんですが、ローソク足の実態とヒゲで見極めるという方法です。まず左側の図を見ていただきたいんですが、このようなレンジ相場が形成されていたとして、このローソク足の緑の部分、ここがローソク足の実態になりますが、この実態の部分がレンジの上限のような節目の価格をブレイクした時に、ブレイクしたというふうに判断する方法が1つ目です。一方で右側の図のようにですね、同じようなレンジ相場が形成されていたとして、このローソク足の部分に注目してもらいたいんですけども、このローソク足の実態の部分というのはまだレンジの中に収まった状態になっています。ただこのヒゲの部分に注目をすると、このヒゲ先ですね、ここがちょうど高値になるわけですが、このヒゲの部分が節目の価格を超えたことでブレイクとみなすのが2つ目の方法です。この話はよく知っている方もいるかもしれませんが、実は実態でブレイクしないといけないとか、ヒゲも考慮しないといけないといったようなことはありません。で、今回は少し皆さんの視点が広がるようなお話をしたいと思います。はい、今ユーロドルのチャートを表示しているんですが、ここの高値、スイングハイに注目をしてください。ここのスイングハイというのは隣の部分を見ていただくと、ローソク足の実態ではブレイクできていませんよね。このようにヒゲ先で高値を超えてきているという状態です。普段僕らがチャートを見るときというのは、このローソク足を使って見ることが多いと思います。ですが世界にはですね、バーチャートというものを使ってチャートを見ている人たちもいます。で、バーチャートというのは今この画面の左側に表示しているチャートなんですけども、ローソク足のチャートと比べると少し様子が違うことがわかると思います。はい、実際にバーチャートに切り替えて見てみたいと思います。トレーディングビューを使っている方はですね、この画面の上にあるこのアイコンを押していただくと、このような形でチャートのタイプを切り替えることができます。この中からバーというものを選ぶと、はい、今これでバーチャートに切り替わりました。はい、実際にローソク足とバーチャートの違いというものを見てみると、バーチャートはですね、ローソク足と同様に高値、安値、始め値、終値という4本値は保持していることになります。このバーチャートの横の部分に線が突き出ていることがわかると思いますが、これが始め値と終値を指すものになります。ですが、ローソク足のように実体とかヒゲとかっていう概念はなく、このように1本のバーで表示されているということが分かっていただけると思います。はい、先ほどのこの場面ですが、ローソク足の方で見ると実体でブレイクしていないというふうに見えるんですが、このようにバーチャートで見ていくと実体とかヒゲの概念がないので、ここの高値を純粋にブレイクしたというふうに見てもおかしくないですよね。で、実際にその後の動きを見てみると、ここで高値を超えた後にそこから押し目を形成する動きが出て、再び高値を超える動きが発生しています。はい。ですので、バーチャートを見ている人からすれば、ここの部分の動きというのは、高値をブレイクして、そこから押し目を形成して、また高値をブレイクしていったという、そういった一連の流れになっているということですね。はい。これも非常にシンプルな考え方だと思います。バーチャートを見ている人というのは、特に欧米で、しかも古くからマーケットに参加している人に多いと聞いたことがあります。これは僕が見聞きした話なので、実際にそういったデータがあるというわけではありません。僕が以前読んだプライスアクションの本ですね。こちらは日本人の方が書いた本ですが、その方もヒゲか実体かは一旦置いておいて、純粋に高値や安値の更新が起こったのかどうかに着目するというふうに言っていました。僕自身はですね、ブレイクの判断っていうのはローソク足の実態で判断してるんですけども、なので僕もこういう両方の意見があるということを知りつつ、実際には過去のチャートだったりとか、日々リアルタイムの相場を見るという経験を通して、このように判断するようになりました。ですのでこれはローソク足の実態でブレイク、ヒゲでブレイク、どちらが正解ということではなくて、自分の見方のルールを決めましょうという決めの問題になります。重要なのは2点
目、3点目なので、これからそれらを解説していきます。それでは続いてブレイクアウトの見分け方2つ目について見ていきたいと思いますが、2つ目は足の確定で判断するという方法です。先ほども紹介したこの図のですね、このローソク足が仮に1時間足だというふうに仮定します。その場合にこの1時間足が確定した時点をもってブレイクと判断するという方法になります。1時間足というのは1時間に1本形成されますので、それが完成するまでの間っていうのはですね、いかようにも動くわけです。このように上下に揺れ動くわけです。はい。ですので、1本ローソク足が完成した時点でどうだったのかを見ないといけないということですね。これについてはなぜと思われる方もいるかもしれませんが、これも考えてみると非常にシンプルで、僕らが普段高値とか安値とかを見たり、水平線とかですね、トレンドラインとかっていうのを引いたりする場合っていうのは、全部確定した足で把握されてますよね。はい。ですので、それらのブレイクも足の確定をもって判断すべきという考え方です。これはインジケーターにも同じことが言えて、例えば移動平均線のクロスだったりとか、MACD のゴールデンクロス、デッドクロスとかいろいろあると思いますが、例えばこういったインジケーターのクロスとかの判定も足が確定したタイミングで見るべきだっていう捉え方もあります。で、インジケーターに関しては手法だったりとか使い方っていうのがそれぞれあると思いますので、皆さんが今使われているインジケーターだったりとか手法の観点で足の確定を待った方がいいのか気になるっていう方はですね、その点も今回のお話の内容をもとに検証されるのがいいと思います。次に3つ目なんですが、3つ目は時間軸で判断するというものになります。ここが最も重要で、かつ見落としがちになりやすいポイントになりますので、注意をして聞いていただきたいと思います。動画の冒頭のところでですね、ブレイクアウトとはというおさらいをしましたが、この時ブレイクアウトとは節目となる高値安値、ラインを更新していくことっていうふうに言いました。ではこれらの節目となる高値安値やラインの時間軸って皆さん意識されてますでしょうか？例えばここにレンジ相場があります。このレンジ相場はどの時間軸で形成されているものなんでしょうか？4時間足でしょうか？1時間足でしょうか？それとももっと長期で週足レベルでしょうか？もし4時間足で形成されているレンジ相場であれば、4時間足でしっかりとブレイクしなければ、ブレイクとはみなすことができません。実際に例をお見せしたいと思います。今、5ドル米ドルの日足を表示しています。データとしては2023年の5月付近のチャートを表示している状態です。この青の平行線で示した部分に注目をしてください。ここはこのようなレンジ相場を形成している局面となっています。一つ時間軸を落としてですね、4時間足の状況を見てみたいと思います。今4時間足の方に切り替えました。ここの部分に注目をしてください。ローソク足の実体の部分でレンジの上限を超えていることがわかると思います。ですので、ローソク足の実体で判断しようが、ヒゲで判断しようが、ここの動きというのはこのレンジの上限を超えているように見えます。ですが、これはブレイクではないんです。なぜかというと、先ほど日足で見たように、今この青の平行線で示しているレンジというのは、日足レベルでできているレンジなので、ここがブレイクされたかどうかというのは、日足の時間軸で判断しないといけないということです。今回のケースで言うと、例えば4時間足以下のチャートしか見ていないというような人は、こういったところで引っかかってしまうということになります。はい、その後の動き見ていただくと、このレンジの上限からですね、下限に向かって一気に反転しているということがわかると思います。これは今4時間足を表示していますが、1時間足でも15分足でも5分足でも同じような状況になっていますので、こういったところでブレイクしたというふうに見て、こういったところで乗ってくる人っていうのは騙されたというふうに思うかもしれませんが、残念ながらこういうのは騙しでも何でもなくて、相場の動きを知らない人が勝手に騙されているだけということになります。このポイントについてはですね、初心者の方だけではなくて、ある程度の期間と経験を重ねたという方でも見落としている方は多いと思います。で、皆さん毎日とかですね、1週間っていう単位で翌日や翌週に備えてチャート分析とかされると思うんですけども、ここは特に注意してみないといけないポイントです。で、節目というのは単に価格という情報だけではなくて、時間も含んだ概念なんだということをぜひ理解していただいて、こういうところで引っかからないでください。2つ目と3つ目の方法を合わせて見ていくことで初めてブレイクアウトの判断をすることができます。今回の動画でお伝えしたかったのは2点です。1つ目はブレイクアウトの見分け方という知識の点です。これは重要なので知っておくべきなんですが、もう1つは見分け方の1つ目の点、実体かヒゲかのところでお伝えしたように、自分でルールを定めるという点です。で、正解探しをしてしまう人って多いと思うんですが、唯一絶対に正しい回って相場にはないんですね。ですので、過去のチャートはもちろんなんですが、実際のリアルタイムの相場を見続ける中で、自分はこの見方で見ていくっていう方法を確立していくしかないんです。で、その見方を継続していくからこそ、自分にとっての優位性、エッジと呼ばれるものですよね。これが見つかることになります。ぜひ今回の動画を通じて、この点の重要性っていうのについても合わせてご理解いただければなというふうに思います。今回の動画と合わせて視聴していただきたい動画はこちらです。先ほどの5ドル米ドルの例を見ていただくと、マルチタイムフレーム分析ですね。複数の時間軸で環境認識を行っていくことの重要性が分かっていただけると思います。こちらの動画ではマルチタイムフレーム分析の方法をステップバイステップで解説していますので、まだ自信がないという方はこちらも参考にしてみてください。また今回の動画の内容が参考になったという方は高評価をいただけると次回以降の動画作成の参考になります。
それでは今回の動画は以上で終了です。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。